こんにちは。この動画はアンリールエンジン5用ダンジョン生成プラグイン、ダンジョンジェネレーターのチュートリアル2回目です。このチュートリアルを学ぶことで、ランダム生成されるダンジョンをあなたのプロジェクトに組み込むことができるようになります。ダンジョンジェネレーターは FAB で発売していますが、機能を限定したフリー体験版を GitHub で配布しています。ダンジョンジェネレーターはアンリアルエンジンのバージョン 5.1 以上に対応しています。チュートリアルではファーストパーソンテンプレートを使用していますが、他のテンプレートでも使用できます。今回はダンジョン生成に必要な生成パラメータについて説明します。最初にプラグインの確認をします。編集メニューからプラグインを開きます。プロシージャルシステムからダンジョンジェネレーターを有効化。コンテンツブラウザを右クリックして、ダンジョンジェネレーターからメッシュ、セット、データベースを選択。前回のビデオでダンジョン生成に必要なメッシュを確認しました。これらのメッシュをジェネレーターに教えるため、まずは部屋のパラメータを用意します。ダンジョンはグリッドで管理しています。グリッド内に生成するメッシュをパーツという単位で管理します。パーツを追加すると床、壁、天井などを指定する項目が増えます。配置するときの方向のルールは方角やランダムなどから選択します。床のメッシュを指定します。同様に壁、天井、スロープなどを指定します。次に通路のメッシュ、セット、データベースを作ります。パーツ内のメッシュを複数指定することができます。今回は窓がついている壁とついていない壁の2種類を用意しました。メッシュの選択方法を指定します。これで部屋用と通路用2つのメッシュ、セット、データベースが揃いました。コンテンツブラウザを右クリックして、ダンジョンジェネレーターからジェネレートパラメータを作ります。ジェネレーターはこのパラメータに従ってダンジョンを生成します。使用する乱数の種、部屋の広さ、部屋と部屋の水平方向の隙間、部屋と部屋の垂直方向の隙間、部屋を結合、ダンジョンの階層、無階層階、ミッショングラフ、通路の複雑化、室内の階段を生成、室内に柱を生成、グリッドのサイズ、そしてパーツに先ほど作ったパーツのアセットを設定します。柱メッシュの設定、最後にドアのアクターを設定。最低限のパラメータが設定できました。
レベルにダンジョンジェネレートアクターを配置します。配置したダンジョンジェネレートアクターに生成パラメータを設定します。プレイヤー、スタートとナビゲーションを配置します。ゲームを開始します。ダンジョンが生成されました。生成パラメータで部屋の中にスロープを作らせてみましょう。さらに部屋の中に柱を作って室内をデコボコさせてみましょう。部屋の見通しを悪くすることができます。乱数のために0を指定しているので、毎回違うダンジョンが生成されます。部屋の数を増やして、さらに巨大なダンジョンにしてみます。ダンジョンが巨大になると負荷が増大していきます。負荷を軽減するシステムを有効にするため、レベルスクリプトのクラスを変更します。レベルスクリプトアクターからダンジョンメインレベルスクリプトアクターに変更してください。ナビゲーションメッシュの設定を変えるのを忘れていました。ナビゲーションの形状が動的に変わるので、ランタイムジェネレーションをダイナミックに変更します。遠くの部屋が非表示になっているのが見えるでしょうか？生成パラメータを使ってダンジョンを生成することができました。食台が床に埋まっています。最後に食台の位置を調整します。生成パラメータから食台の位置と角度を調整します。食台の生成数を変更します。少し怖い感じがします。今回はダンジョン生成に必要なパラメータの説明と実際にダンジョンを生成しました。次回はダンジョン生成に自分で作ったレベルを開始部屋として組み込む方法を説明します。いいねやコメントどうもありがとうございます。少しずつフォロワーさんが増えてきてくれて大変励みになっています。ドキュメントへのリンクは概要欄をご覧ください。質問は Discord や GitHub のディスカッションにお願いいたします。また、アートに関すること、機能に関することなどご意見も大歓迎です。ご視聴ありがとうございました。